どうも金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。箱っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして。本日の食材がこちら。何が入ってるかわからない箱。っていうことでね、僕 YouTube 事務所のキーっていうところに所属させてもらってるんですけども、これね、そこの社長からいただきました。クックさん食べてって言って、ありがとうございます。中身何ですかって聞いたら、開けてからのお楽しみって言われました。怖いな。なので僕も何が入ってるか全然わかりません。まあ、冷蔵って書いてあるんで、多分魚なんですよ。じゃあちょっと開けていきましょうか。じゃあいきます。せーの。よいしょ。やばやりすぎでしょ。まずこれ、ハマグリですね。しかもこれ形からして、大和ハマグリじゃないですか。一番高級なハマグリですね。ハマグリ7個と、で、サザエが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こんな僕の拳と同じぐらいあるハマグリが10個。これすげえのがここからです。これ黒アワビじゃね？しかも天然物の黒アワビですね。めちゃくちゃずっしり重たい。それが、1、2、3、4、5、6、7、8、9枚。1枚7000円はするであろう黒アワビが9枚入ってました。社長ありがとうございます。そうか、貝類でしたか。僕ね、てっきりマグロかなんかが入ってると思ってたんですよ。だからめっちゃマグロの丼を作ろうと思ってたんですけども、まさかの貝ということで、今日はこちらの3種類の貝を使って、まずは網焼き。シンプルに網焼きでいきましょう。2品目はね、この3種類の貝を使って炊き込みご飯。それとまだ生きてて鮮度もいいので、アワビ1個お刺身で食べましょうか。こちらの3品作っていきたいと思います。そしたらまず分けていきましょう。網焼きはこんだけ。で、炊き込みご飯はアワビ1個。2個ぐらい入れちゃいましょうか、贅沢に。で、サザエも1個、2個。で、ハマグリも1、2、3つぐらい入れちゃいましょう。でね、アワビのこの元気そうなところ、まだ生きてますよ。ほら、叩くと、ぎゅーっとそれ返りますね。こいつをお刺身でいきたいと思います。あとはこれいろんな人に配りますか？こんな美味しいもの独り占めしてもダメなんでね。これは親に食べさせてあげよう。よし、そしたらさばいていきます。網焼きはこれ焼くだけなので、軽く洗うだけで OK です。はい、網焼き用。そしたら次は炊き込みご飯作りましょうか。まずは殻を外していきます。サザエはこの付け根に一気に入れます。うわ、よう声取るな、これ。水槽でずっと生かしてるサザエとかって、餌を食べないでずっと水槽にいるから、身が痩せちゃったりするんですよね。これは水槽に入れてる時間が短いのか、海からそのまま直送したんでしょうね。もうパンパンです。で、そういういいサザエの見分け方って、もうちょっとツボ抜いちゃったんですけど、こう見たときに、ここにね、ちょっとヒレヒレ見えるのわかりますか？この黄色いこのヒダですね。これがこう見たときに出てるやつ。で、これが出てるやつは身が痩せてるのが少ないです。これもここ出てますよね。こういうサザエはとっても身入りがいいです。ぜひ覚えておいてください。で、まだ中に尻尾が入ってますんで、指でほじくり出して、膜を外して、外れたら、くるっと。膜を外して、よし、膜が外れたら、クリンと。はい、こうなりました。そしたら肝の処理なんですけど、このぐるぐるのところでポンと落とします。ここは砂も入ってなくて苦くないです。で、逆にそのぐるぐるの上、ここですね。ここね、砂が入っている場合が多いので、ここは取っちゃった方が安全ですね。ここが好きっていう方もいますけどね。で、次にこちら。なんて言うんでしょう。付け根ですね。で、この付け根の、このヒラヒラあるじゃないですか。このヒラヒラ。これがね、苦いんですよ。すごい苦いんです。多分サザエの部位の中でここが一番苦いですね。なので、これは取りましょう。僕苦いの結構好きなんですけど、そんな僕でもここは食べた時に苦って思います。なので、かなり苦いです。ここですね。ここ。なんて言うんだろう。袴っていうのかな、ここ。そしたら、蓋を外します。蓋を外して、よいしょ。ここは当然、硬くて食べれないのでね、外します。で、ここ蓋を外したところなんですけど、そこの上、ここにね、ゴニャゴニャっとしたところがあるじゃないですか。そこをピッと押すと、これ。ちょっと赤いね、硬いところが出てきます。これ、アワビのくちばしなんですよね。これはね、硬いので、取ります。ここですね、これ。ほら。くちばしですね。そしたら、ぶつ切りにします。
まあ、ぶつ切りというか、まあ、スライスですね。こんな感じ。ちょっと1個食べてみましょうか。いただきます。うめえ。うわ、いいサザエだな、これ。この磯の風味がたまんないですよね。はい、これでサザエの仕込みの完成。そしたら次はアワビですね。アワビは岩にペタッと張り付いて生息してますので、ここが汚いので洗います。はい、そしたら殻から外していきます。で、外し方は、ここからヘラとかスプーンを入れて、ここら辺に貝柱があります。貝柱を外します。で、この薄いんですよ。この薄い方から入れてください。こっちは厚いですよね。こっち薄い。薄い方から殻に沿ってヘラを入れます。木べらが一番やりやすいですね。で、貝柱が擦れる嫌な音もならないので、おすすめ。で、こういう風に外れましたら、外れた方の反対側、次は分厚い方ですね。こっちから身を外します。そうすると身がきれいに取れます。で、そしたら肝も外します。外すときは、この太い方の方から、ビビビビビビビッと剥きます。そうすると肝も破れないできれいに取れます。大きい肝だな、これ。素晴らしい肝だ。で、今日の炊き込みご飯は、あえてアワビの肝は入れないでおきます。肝2つ分も入れちゃうと、肝の風味が強くなりすぎちゃうなと思いますんで、肝はサザエの肝、この2つだけにしておきます。こうして、こっちからビビビビビビビッと。はい、こんな感じ。で、この状態になったら、アワビにもくちばしがあります。それは、ここです。これピッと押すとね、サザエと同じようなところが出てきます。これですね。ほんとサザエとそっくりなんですよ。これも外しちゃいます。切ったりだとかしなくても手でピュッとやるだけで取れますんでね。はい、そうしたら、アワビもこのぐらいの大きさに切っていきます。アワビは火を通すととっても柔らかくなりますので、サザエより大きめに切ります。特に黒アワビはアワビの中でもとても柔らかいアワビなので、このぐらいでいいです。これもちょっと味見してみましょうか。いただきます。うまっ。最高。はい、アワビも切れました。そしたら最後こちら。僕の最近一番食べてるであろう貝。ミスターハマーさんですね。これも殻ごと入れてもいいんですけど、ちょっと大きいので、今回むき身にして入れますね。境目にナイフを当てて、トントンと入れます。そうすると入ります。入ったら、貝柱を断ち切ります。右と左。はい、右が取れました。こういう感じ。で、春は二枚貝がとても美味しい時期なので、皆さんもハマグリとかアサリぜひ食べてくださいね。インターネットでも売ってますんでね。よいしょ。これをどんどん剥いていきます。はい、貝の仕込みが終わりました。そしたら今日のお出汁はちょっと特別に、これを使っていきます。わかるかなこれ。多分今の時代でこれ使ってる人は少ないと思う。ここの蓋開けると、ここがカンナになってるんですよ。で、ここに引き出しがあって、これ開けると、これね、鰹節なんですよ。昔のご家庭には一家に一台これあったんじゃないかな。で、これで吸った鰹節は別格です。本当に美味しいです。削った見た目も全然違いますんで、ちょっと見とってくださいね。だいぶ吸っちゃってあるんですけど、やり方は簡単です。持って、削るだけ。そしたらここで吸ったものは、この引き出しの下に落ちてます。はい、こんな感じです。色が全然違うでしょう。ピンクと言いますか。これとっても香りもね、いいんですよ。うん。めちゃくちゃいい。今日はこちら使っていきます。お水を沸騰させます。昆布の戻し汁もありましたんで、これも入れます。で、この昆布はお釜に直接入れます。はい、沸騰しましたらそこに先ほどの鰹節を入れます。ざっと。で、3分ほど煮出します。で、ザルをセットして、で、リードを敷きまして、で、こちらを、はい、綺麗な出汁が引けました。そしたらお水につけておいたお米を入れます。今日は3合いきます。作り置きですね。で、ここにお出汁を加えます。
目盛りより気持ち少ないぐらいですね。で、そこにお醤油を少し。で、お酒。お塩を一つまみ。で、水で戻した昆布を入れて、で、そこに剥いた貝を入れていきます。さささささ。これで炊き込んでいきたいと思います。そしたら炊き込んでる間に、アワビのお刺身を作っていきます。これをね、きれいに洗っていきます。ゴシ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 と。やっぱ生で食べるものなので、念入りに洗っていきます。そしたら先ほどと同様、ヘラで外します。で、反対側から外します。で、肝を外して、よいしょ。こちらの殻は器にします。お皿にこういうの引いて、つまをちょっと乗せて、で、穴ぼこを開けます。で、その穴ぼこの上にアワビを乗せます。そうすると安定しますんでね。で、アワビの殻の中にもはみ出さないぐらいのつまを入れます。で、この時に平らにしてください。で、きゅうりのつまもちょっとここにね、添えます。で、アワビくちばしを取って、まずはこの貝柱のところを外します。ここは柔らかくてまた別格です。そしたら、このまま切ってもいいんですけど、今日はこのヒレヒレのところを切ります。こんな感じですね。よいしょ。で、大葉を引いて、で、薄くスライスしていきます。で、貝柱は、こう分厚いんで半分に切って、で、貝柱をここに置きます。で、横のヒレヒレのところ、ここはあえて、ぶつ切りにして、コリコリ感を楽しんでいきたいと思います。ババババッと置いて。これで、アワビのお刺身の完成。それじゃあ炊き込みご飯が炊けるまで、もう少し待ちましょう。よいしょ。はい、では炊けましたので、開けていきましょう。うまそう。いい匂いだな。そしたら昆布を取り出して、で、しっかりと混ぜていきます。ご飯もちょうどいいわ。ちょっとお水が多かったかなと思ったんですけど、めちゃくちゃちょうどいい炊き加減。バッチリバッチリ。これでアワビとハマグリとサザエの炊き込みご飯の完成。完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずは網焼きに火をつけて焼いていきます。で、ある程度焼けてきたら、今日はこのかき醤油とバターでいきたいと思います。じゃあまずこちらのお刺身の方からいただきたいと思います。僕このコリコリしたとこが好きなんですよ。ここをいただきます。うまっ。磯の風味が強いな。ここまで強い磯の香りっていうのは養殖のアワビだと出ないんですよ。次こちら貝柱のところ。うまっ。柔らかくて美味しいです、こっちは。ではお次は炊き込みご飯。このアワビのところいただきます。うわ、味付けバッチリですね。ハマグリうまっ。こんなうまかったら食べ過ぎちゃうな。肝のところも美味しいですね。こちらもいい感じになってきました。じゃあ、ある程度火が通ってきたら醤油を垂らします。お、ハマグリ開きましたね。うまそうですね。で、ハマグリの汁が逃げないようにサザエに入れちゃいます。そしたらガコッとして安定させます。そしたらここに醤油を垂らしてバターをのせます。こっちにもバターをのせます。そして焼けたらお皿に移動。うまそう。アワビもいい感じになってきました。うわ、でけえ。で、裏側にしてもう一回醤油かけます。で、仕上げにバターをドン。サザエはもういいだろう。よいしょ。アワビもそろそろ OK だな。焼けました。まずはじゃあこちら巨大なアワビからいただきます。うわー、うめえ。
こんな肉厚なのに、簡単に歯で噛み切れます。美味しいな。大きな肝もいただきましょう。いただきます。うめえ。では次はこちらの焼きハマグリ。僕の大好物いただきます。相変わらずお前は旨味がすげえな。ではラスト、サザエをいただきましょう。僕のサザエの食べ方は、まずはこの渦巻きのとこ食べるんですよ。いただきます。うまい。次は頭のところ、いただきます。うわこのサザエうまいな。なんか苦味が少ないような気がする。で、この肝もね、砂が入ってないですね。はい、ということで今日はこちらの社長からいただいた高級貝セットのフルコースときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん銀色のやつ。ちょっとね、プシューとなっちゃうかもしれない。ほら、さっき落ちたんですよね。ガコーンって。うわー、ちょっとこれ泡が多い。やばい。9対1になっちゃう。よし。そーっと、そういいで、もういつまで経っても俺、うまくならんな、これだけは。はい、こちら、5対6ですね。いただきます。5対6ってなるちょっと待って。5対6はおかしいな。5対5ですね。いただきます。社長ありがとうございます。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はまさかの大ごちそうになりました。アワビ、サザエ、ハマグリ。で、それも食べてみて分かったんですけど、あれはかなりの一級品ですね。いくらしたんだろう、あれ。社長またよろしくお願いしますね。はい、ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。